ちは、りくです。今回はツヤ系のファンデに強いイメージのあるフィーから今日復刻発売するクッションファンデの使い心地が良かったので、既存品と比較レビューしていきたいと思います。このクッションガラスオリジナルっていう商品なんですけど、とにかく水分感のあるツヤが綺麗なクッションファンデで、このオリジナルからフィーのツヤ系ファンデが有名になったって言われてるような商品です。初めてこのオリジナルを試した時、本当に綺麗なツヤ肌になって、薄膜感のあるツヤ感が綺麗で復刻してほしいっていう声がたくさんあったのを受けて復活したみたいなんですけど、日本より先に韓国で復刻発売されていて、非常に今人気の商品らしいので、使用感とか色の比較とか既存品のツヤファンデのナチュラルと比較していきたいなと思います。私は混合肌でブルベの明るめの黄身肌になってます。素肌感のある仕上がりが好きで、多分他の動画でもセミマットとかちょっとマットに寄せるのが好きっていう風にお話ししてると思うんですけど、なぜこのツヤのクッションファンデをご紹介するかというと、私の肌はマットのファンデにパウダーを重ねちゃうと肌が沈んで見える感じがして、ツヤのファンデにパウダーを重ねて作ると綺麗なセミマットっぽい肌に仕上がるので、こういうツヤファンデとパウダーの組み合わせが鍵だと思ってます。あとはせっかくなので今回ポイントメイクもフィーで揃えたので、それもさっと紹介しますね。まずはスウォッチして全色の比較レビューをしていきます。パッケージは同じ形状で色違いっていう感じです。このつるーんとした曲線が可愛いです。中身のパフもお揃いで伸びが良くて手にフィットしやすい雫型のパフになってます。質感の違いは、こっちがナチュラルでカバー力とちょっとハリっぽいツヤが出るクッションになってます。オリジナルの方はもっと薄膜でひんやりして気持ちいい感じの保湿感のある塗り心地です。ナチュラルに比べて水分っぽい感じのツヤになります。次にカバー力です。ナチュラルの方からのせてみます。お、結構カバーしてくれます。オリジナルの方は若干最初のナチュラルの方がカバー力が高そうです。どちらも色は5色展開になってます。全色比較するとこんな感じです。上側がナチュラル、下側がオリジナルです。色展開は復刻前と同じだそうです。00、01、1.5、02、03です。一番右の00番クリアガラスはすごく明るい13号以上の肌トーンの方におすすめで、次の01番ペアガラスは色白で明るめの19号から21号のトーンの方にぴったりです。私はこちらの01番が合ってました。1.5 番のピーチガラスはピンクベースで20号程度の明るさのアイボリーカラーです。02番のヌードガラスはイエローベースで落ち着いた21号から22号トーンのアイボリーカラーで、03番のナチュラルガラスはイエローベースで23号ぐらいのベージュカラーになってます。ナチュラルの方から塗っていきます。塗り方のポイントとしては、パフに取ったらここでトントンして薄付きのレイヤーを重ねていくイメージで真ん中あたりから広げていきます。鼻を塗るときはこういう向きで塗って、逆にほっぺはこういう向きで塗ってあげると毛穴が綺麗になりやすいです。こういう向きで小鼻はちょっと鼻をペッて引っ張ってなるべく平らにしてから、あまり強くこすりすぎると汚くなっちゃうので、優しいテンション感でちょっとこっちに引っ張る、埋めるような感じでこっち半分だけ塗りました。小さい時からここにシミがあるんですけど、カバー具合を見てみましょう。
溢れるわけではないんですけど、ある程度カバーしてくれます。あとはちょっとコンシーラーで整えようかなって感じ。ツヤ感伝わりますかね。ツヤ系のクッションにしてはツヤもありつつカバー力もそこそこあって使いやすいです。綺麗にトーンアップしてくれて色味もいい感じです。もう半分も塗ってみます。首にもちょっと伸ばします。小鼻の赤みも割と綺麗にカバーしてくれてて、シミとかニキビ跡とかにちょっとのせたら満足かなっていう感じ。いいですね。張りがあるように見える系のツヤです。そしたらね、今塗っているナチュラルと復刻版のオリジナルがどう違うのか半分落として比較したいと思います。赤みをしっかりカバーしてくれてますよね。こっちに同じく1番の色を塗っていきます。ナチュラルよりもしっとりしてて広げやすいテクスチャーになってます。シミに重ねるとさっきよりも薄膜でカバー力っていうよりも光で飛ばしてくれる感じ。半分塗り終わりました。今塗ったオリジナルの方が薄膜でこう内側から溢れるような水分感の高いツヤになってます。うるうるっとしたツヤ。個人的に悩みであるここら辺の赤みも割とカバーしてくれていて、毛穴も結構埋めてくれたのでお肌をプルンって感じに見せてくれます。ツヤの違いわかるかな。密着力でいうと先に塗ったナチュラルの方がすぐにピタッとくっついてくれる感じに対してオリジナルは密着するまでに時間がかかるような柔らかめの液なので、ゆっくり時間をかけても綺麗に伸ばすことができるので初心者の方でもおすすめ。質感的には後に塗ったオリジナルの方がすごくしっとりしてるので、乾燥肌の方とかしっとりしたグロー系のクッションファンデが欲しい方におすすめです。どっちが好みですか？迷うね。今度は最初に塗ったナチュラル側を落として全顔オリジナルにしていきます。全顔オリジナルで塗りました。シミとニキビ跡にちょっとコンシーラーをのせたんですけど、コンシーラーを伸ばす時もちょこっとだけファンデーションをつけてコンシーラーの上からトントントンってなじませると綺麗になじんでくれます。消えた。私は混合肌で鼻とか皮脂が出やすいので皮脂が気になるところだけパウダーを重ねます。くすみマットにした時に下に綺麗なツヤの出るファンデーションを仕込んでることによって水分感のある仕上がりになるので、ツヤのファンデとパウダーを組み合わせるのが好きです。目元にもパウダーをはたいておくとアイシャドウが塗りやすいのでおすすめです。じゃあファンデが綺麗に塗れたのでシャドウチークリップも仕上げていきたいと思います。リップは RS03 フェリットで、チークとアイシャドウベースに CP03 メロ&ピーチ、ここの色そしたら前もメイクで作ってた06番のパレット、この色を重ねます。ここら辺で締めてこの2つを目頭に入れます。粒子が細かい方はハイライトにも使います。メイクが完成したので時間経過後の様子も見てみたいと思います。いつもは絶対お昼に鼻周りの皮脂を取ってパウダーをするんですけど、今日はお直しせずに1日過ごしてみました。皮脂は出てきていて鼻周りとかやっぱり赤いパウダーのせたいなっていう感じですね。でもほっぺとかめっちゃ綺麗なので私のここら辺の肌の感じの人だから多分乾燥肌の人とかいいんじゃないかな。皮脂が出てるから毛穴の凹凸感じるけどすごい汚く崩れてるっていう感じでもないです。だか
から逆に脂性肌の方とか皮脂が全体的に気になる方はちょっと夏とかはツヤが出てきすぎちゃうかもしれないです。お肌の感じはくすんでる感じもあんまり気にならず、しっとりしてる感じが続きます。これも何回も使ってみてるんですけど、メイク落としする時も肌がゴワゴワしてる感じがなくて、やっぱり保湿感があるんだなっていう風に思います。あとメイク直しのしやすさもあるなと思っていて、上からトントン重ねても境目が目立たないような感じの仕上がりなので、ちょっと取れちゃったなっていうところにファンデーションがついてないところのパフでちょっと油分とかを取って、でちょこっとファンデをつけて優しくタッピングして綺麗に乗るんですよ。メイク直し用としてもいいかもしれない。はい、ナチュラルの方が若干カバー力と持続力はあるかなっていう印象で、復刻するオリジナルの方がしっとりしてて水分っぽいツヤが綺麗なクッションだったので、気分によって使い分けようかなと思ってるんですけど、オリジナルの方はやっぱり乾燥肌の方とかしっとりした質感に仕上げたい方におすすめかなと思います。本日6月13日にオリジナルが復刻発売開始するんですけど、楽天と Amazon とフィーのアジトのみでお取り扱いしてるみたいです。で Amazon とフィーのアジトだけ7月31日まで 20% オフの割引が適用されるみたいなので、気になる方はチェックしてみてください。ちなみに楽天だと割引はないそうなので注意してください。あとフィーのアジトでもう1個キャンペーンをするみたいで、オリジナルの再発売記念でアンケートに回答するとデュアルチークメロンが漏れなくもらえるみたい。これね、ツヤ感も崩れ方も綺麗だったので、色迷うなっていう方とかは実際に新宿のフィーのアジトとかに行って見てみてください。では今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。